この動画は私が思うアフターエフェクツを触る上で重要な項目だけをまとめた動画です。特にこれから AE を深く学んでいきたい人は最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはアフターエフェクツのアニメーションについて必要な知識を簡潔に解説していきます。アフターエフェクツでは主にキーフレームを使ってアニメーションをつけていきます。キーフレームは基本項目であるトランスフォームをはじめとして多くのパラメータで使用できます。このストップウォッチマークがついているパラメータはキーフレームを使用してアニメーションをつけられます。 AE のレイヤーを開いてみると必ずあるのがこのトランスフォームです。トランスフォームではレイヤーの位置、スケール、回転、不透明度をアニメーションできます。今再生している映像は各パラメータをアニメーションさせた映像です。この4つのパラメータだけでも組み合わせることで複雑なアニメーションが作成できます。さらに AE では様々なエフェクトをかけることにより複雑な表現が可能となります。そのエフェクトのパラメータも多くはストップウォッチマークがついていてアニメーションが可能です。トランスフォームとエフェクトを組み合わせることでさらに複雑で独創的なアニメーションが作れるわけです。ここに 1920×1080 のフル HD のコンポジションを作ってイラストのバスを用意しました。アフターエフェクツの座標は左上を原点として X 座標は右に行くほど数字が増え Y 座標は下に行くほど数字が増えます。フル HD のこのコンポジションの中心の座標は X が960 Y が540です。ではキーフレームを打ってアニメーションさせてみましょう。アニメーションするには最低2つ以上のキーフレームを設定する必要があります。例えばタイムラインの0フレームに X が200 Y が550と入力してみましょう。そして位置のストップウォッチマークをクリックして3秒後に X 座標をスライドして1000と入力してみましょう。するとダイヤのマーカーが打たれました。再生してみましょう。今値を記録した2つのキーフレームの間は保管されます。2点以上の値を入力することで間を保管してアニメーションが作成できます。ちょっとアニメーションが遅いので3秒のところのキーフレームを動かして1秒のアニメーションにしましょう。再生します。このダイヤのマーカーのことをキーフレームと言います。キーフレームは保管方法によって形を変えます。このダイヤのキーフレームはリニアの保管法を表しています。リニアは値の変化が直線的で一定のスピードでアニメーションします。キーフレームの保管だけで複雑なアニメーションが再現できるのかと疑問を持たれたかもしれませんが AE にはこのようにグラフを使ってアニメーションを制御する機能もあります。このグラフエディターによって細かいアニメーションの緩急を制御できます。さらに AE ではモーションパスを表示してアニメーションの軌跡を制御できます。先ほど説明したキーフレーム間の保管を時間保管法と呼びます。それに対しモーションパスは空間保管法です。このように空間保管法がリニアの場合モーションパスは直線になり直線的なアニメーションになります。キーフレームを選択して空間保管法をベジェに変更してみましょう。するとモーションパスが曲線になりこのモーションパスは自由に編集することができます。このようにパスのハンドルを操作するだけでアニメーションを制御できます。続いて画像やイラストではなくテキストレイヤーを動かしてみましょう。レイヤーの中でも AE のテキストレイヤーにはテキストアニメーターという機能が使えます。テキストレイヤーもトランスフォームでアニメーションさせるとこのようにレイヤー全体が塊としてアニメーションします。そこで便利なのがテキストアニメーターでテキストレイヤーを文字単位でアニメーションさせることができる機能です。テキストアニメーターを使用すればこのように複雑なアニメーションを制御できます。テキストアニメーターを使用しないでこれをやろうとするとレイヤーを1文字ずつバラバラにする必要があります。この機能を使いこなせるようになれば効率的にテキストアニメーションを作成することができます。 AE にはキーフレームの他にエクスプレッションという仕組みを使ってアニメーションを作成する方法があります。エクスプレッションとはパラメーターの値を JavaScript ベースのコードを使って制御する機能です。使い方は簡単です。ストップウォッチがあるパラメーターで Alt を押しながらクリック。このフィールドにコードを入力します。タイム ×180 と入力します。
このコードは1秒間に180ずつ数値が増えていく計算式です。今回は角度にエクスプレッションを入力しました。なので1秒間に180度、つまり2秒で1回転という速度で回転し続けるアニメーションを作成できました。エクスプレッションはこのような規則的な動きや数学的な制御で特に威力を発揮します。例えばトランスフォームのスケールに0フレームで 0%、2秒後に 100% のキーフレームを打ちます。2秒でロゴが大きくなるアニメーションを作成しました。不透明度のパラメータにオルトを押しながらクリックします。このピックウィップでスケールに引っ張ります。ピックウィップを使えば簡単に引っ張ったパラメータの値を入力することができます。これでスケールの値と不透明度の値が同期するようになります。スケールが 0% から 100% になるにつれ、不透明度も同じように 0% から 100% になります。そして1にエクスプレッションで Wiggle（20 と入力します。数字はそれぞれ揺れの頻度と振れ幅の値です。この Wiggle というエクスプレッションはレイヤーを揺らすことができます。このように手作業では再現が困難なアニメーションを簡単に作れます。さらにすでにキーフレームを設定したスケールにループアウトのエクスプレッションを入力します。これは設定したキーフレームを繰り返すコードです。これでスケールの2秒間のキーフレームアニメーションを永遠に繰り返すようになります。エクスプレッションについてはここでは説明できないほど奥が深くできることが多い機能です。さらに AE はアニメーションプリセットと言われるあらかじめテキストアニメーターやエクスプレッションが設定されたアニメーションのプリセットが用意されています。プリセットを使えばワンクリックでアニメーションなどの保存された属性が適用できます。 AE にはもともと350種類を超えるプリセットが用意されています。さらに自分で作成したアニメーションはプリセットとして保存していつでも使い回すことができます。繰り返し使用するようなお気に入りのアニメーションはプリセットとして保存しておきましょう。 AE をもっと使いこなしたい、クリエイター同士で交流したい、そんなあなたにぴったりのオンラインコミュニティクリエイターズスペース。ここでは学べる、つながる、挑戦できる。動画コンテンツでスキルアップ、チャット欄で他のクリエイターと交流、課題チャレンジでは情報よりも体験、共通の課題を通して実際に手を動かしてみんなでスキルを磨くことができます。希望者には私も全力でサポートします。さらに報酬総額10万円。12月の課題チャレンジはクリエイターズコンペ開催。皆さんのご参加をお待ちしております。あなたのアフターエフェクツライフを次のステージへ。今すぐ概要欄をチェック。それではここからは実際に AE を使って作業する際にプロのクオリティに近づくために必ず意識するべき重要な8大要素について解説していきます。まず1つ目はカメラアニメーションです。アニメーション制作の次のステップとしてカメラアニメーションがあります。 AE では 3D 空間にカメラを作成してアニメーションを作成することができます。こちらがカメラ視点の映像です。被写体であるテキストにアニメーションさせるだけではなくカメラの方を動かして臨場感のある映像を制作できます。 AE ではレイヤーの 3D スイッチを入れることで 3D 空間でアニメーションを制御できるようになります。モデリングこそできませんが 3D ソフトと同じようにいろいろな角度から見てライトやカメラ 3D レイヤーを配置していきます。カメラを操作するためには主にこの3つのツールを使用します。周回ツールは被写体の周りを回るように動かせます。パンツールは上下左右にスライドさせることができます。ドリーツールは被写体に近づいたり遠ざかったりする際に使用します。この3つのカメラツールによるコントロールは直感的に操作できるのでとても便利です。カメラアニメーションにはカメラの動きの緩急、モーションパスなどの基本的な要素に加えてカメラの知識も必要になります。実際の撮影同様 AE でもカメラの焦点距離の調整によるピンボケ、ビグルによるカメラの手ぶれ、カメラの予備動作など細かい設定が重要になります。特に AE のモーショングラフィックスにおいて複雑なアニメーションを実現するにはこのカメラアニメーションを深く学ぶ必要があります。2つ目の要素は被写界深度です。被写界深度とはピンボケのことです。本来は先ほど説明したカメラの焦点距離の設定で奥行き感を演出する最重要な要素です。ピンボケをつけることで一気にリアルな映像になります。
それは現実の人間の目がカメラと同じように注目しているところ以外はボケて見えているからです。被写界深度をつけることでより我々が見ている現実に近づくということです。カメラを使わずに 2D レイヤーだけでシーンを構築した場合はボケは自動では発生しません。そんな時には円形や近景のレイヤーにエフェクトのブラーをかけて意図的にぼかしたりします。奥行きや視線誘導のためにピンボケを演出することも重要なテクニックです。続いて3つ目の要素はモーションブラーです。 AE ではレイヤーごとにモーションブラーの設定ができます。モーションブラーをオンにすると物が動いた時に生じるブレを再現できます。モーションブラーがないと人はアニメーションに違和感を感じます。この違和感の正体は人間の目の仕組みにあります。カメラがシャッタースピードによって物体がブレて記録される現象と似ています。現実の世界で動きの速い物体を見た時、私たちの目や脳は残像としてその動きを捉えています。なのでよりリアルに見せたい場合にはモーションブラーをオンにするといいでしょう。逆にデフォルメされた表現やアニメっぽく見せたい場合にはモーションブラーをオフにするのも表現の一つです。どちらにしてもモーションブラーのありなしに関しては意識する必要があります。続いて4つ目の要素はフレームレートです。フレームレートは1秒間のフレームの数です。単位は FPS、フレームパーセカンドの略です。 FPS の数字が大きいほど滑らかに動き、小さいとカクついて見えます。 FPS を変えて比較してみましょう。 FPS の数字が大きくなると動きが滑らかになっているのが分かります。フレームレートとはパラパラ漫画のページの枚数だと思ってください。ですがフレームレートは大きければいいというものではありません。ここでいうフレームレートとは映像に質感を与えるためのテクニックです。フレームレートを意図的に操作することでノスタルジックな雰囲気や緊張感、情報量を演出することができます。 AE ではポスタリゼーション時間というエフェクトで簡単にフレームレートを下げることができます。特にセルアニメっぽい表現やノイズの表現ではフレームレートを下げることで雰囲気が出ます。映像を制作する上で必ずしも綺麗でスムーズな映像が正義ではないということです。続いて5つ目の要素はグローです。グローとは発光のことです。 AE ではグロー効果がいかに重要かはプラグイン市場を見れば分かります。主要な総合プラグインセットには必ずと言っていいほどグローエフェクトが搭載されています。さらにプラグインの売上ランキングを見ても上位にグロー系エフェクトがランクインしています。グローは AE の作業の中で特にビジュアルエフェクトを作成する場合に重要な要素になります。今見ていただいている炎やオーラなど魔法系エフェクトではこのグローがクオリティに直結します。グローは光の中心のコア部分と周りの光のグロー部分に分けられます。適切なグロー幅はコアの幅によって変わります。そしてこの周りのグロー幅を十分にとってあげることでより綺麗な発光感が得られます。光は距離が離れるほど弱まります。現実の光の減衰は2乗に反比例が物理的に正確になります。つまり距離が2倍になれば光の強さは4分の1になります。距離が3倍になれば光の強さは9分の1まで弱まります。今表示しているグラフィックもグロー1から4の4つのパーツに分かれています。ボケ足の違う交際素材を4枚使用してこのような綺麗なグローが作られています。グロー系の有料プラグインでいうと簡単に綺麗なグローが作り出せるディープグローをおすすめします。 AE の標準エフェクトのグローが使い勝手が悪い分必須エフェクトと言えます。続いて6つ目の要素は描画モードです。描画モードはタイムラインパネルのモード列から変更できます。描画モードにはこれだけの種類があります。Photoshop などの他のソフトでも使われている機能です。呼び方は合成モードとかブレンドモードとか言われたりもします。描画モードとは下のレイヤーに対してどのような合成をするかというレイヤーごとにある設定項目です。下の合成されるレイヤーを基本色、上の合成するレイヤーを合成色と呼びます。描画モードは上の合成する側のレイヤーに設定します。そして合成によって生成された色を結果色と言います。デフォルトの設定である描画モード通常では結果色イコール合成色が成り立ちます。基本色を合成色が上書きして合成色がそのまま結果色になります。なので通常では合成色がそのまま上に重なります。合成色の描画モードを通常以外に変更してみましょう。描画モードによって
重なった部分の色が変わります。このように通常以外のモードでは描画モードによってそれぞれの計算式で結果色が導き出されています。写真などの画像を重ねた時の描画モードの処理については先ほどの合成をピクセル単位で行っていると思ってください。 AE のレイヤーの描画は下から順番に合成されます。レイヤーの数が増えればその分描画モードによる合成が繰り返されます。常にレイヤーは描画モードを参照して合成されているのですから主要な描画モードの効果については理解しておくべきです。描画モードは手軽に複雑な表現ができるテクニックです。例えばテキストの描画モードを指定することで背景にあるレイヤーとの合成方法を変更できます。この場合テキストが合成色となりそれより下にあるレイヤーが基本色になります。テキストの描画モードを差に指定することでこのような面白い表現が可能になります。続いて7つ目の要素はキーイングです。キーイングとは画像や映像を合成する際に使用する手法の一つです。色や明暗の違いを利用して映像の一部分を取り除いたり切り出したりすることを言います。こちらの動画を見てください。キャラクターが竜に乗って空を飛んでいる映像ですが例えばこの動画の空だけを抽出したいと思います。結論から言うとこの動画からこのようなグレースケールのテクスチャを作成できればトラックマットのルミナンスキーを使って空だけを抽出できます。映像の一部を切り出すことができれば部分的に映像を差し替えて合成することができます。 AE ではこのように映像からターゲットを切り出す方法はいくつかあります。一般的にはグリーンバックなど特定の色を透明にするエフェクト、キーライトを使用する方法、アニメーションに合わせて自動でターゲットの輪郭を検出できる機能、 AE のロトブラシを使って被写体を切り出す方法、そして色相や明度などの特定の成分の差を利用してグレースケールのマットを作成してトラックマットで切り出す方法があります。例えばこちらのパンダの画像をマット素材として使用します。トラックマットとはマスクによく似た機能でマット素材のアルファチャンネルまたは輝度チャンネルを利用してレイヤーを切り抜く機能です。必要なマットさえ作成できればピックウィップを引っ張るだけで簡単に切り抜くことができます。切り出しの対象を撮影するときにグリーンバックなどの環境の良い状態で撮影できることは少なく、さらにアニメーションが激しくてロトブラシではうまく自動検出ができない場合は多々あります。それらに比べて色相や明度などの特定の成分の差を利用して映像を切り出して分離するという方法はとても重要なテクニックです。今回の場合サイドチャンネル、青チャンネル、赤チャンネルのグレースケールを使って空を切り出すためのマットを作成しました。特定の色の成分を使って時に白黒反転させたり描画モードを組み合わせて必要なマットを作成します。これで切り出した部分を別の映像に差し替えたり部分的にエフェクトをかけたりできます。続いて8つ目の要素はコンポジットです。コンポジットとは映像制作における最終的な合成作業のことを指します。複数の映像素材を合成してエフェクトなどを組み合わせ完成された映像に仕上げる工程です。まず皆さんはこちらの2つの映像を合成するときにどのようなことを意識するでしょうか。このまま合成しても当然このように違和感があります。この違う環境で撮影された映像を同じ環境に合わせる必要があります。まず最初にこのカップルの映像から AE の機能のスタビライズによりカメラの手ぶれを取り除きます。そして次に映像から画面にかかっているノイズを取り除きます。ではもう一方のグリーンバックの男性を AE のエフェクト、キーライトできれいに切り抜きます。これを合成します。切り抜いた男性をトーンカーブで色味を調整します。ブラー、カメラレンズでカップルと同じくらいのボケ具合にします。最後に画面全体にノイズを加え直します。そして画面全体をエクスプレッションのウィグルでゆっくりと揺らしカメラの手ぶれを加え直します。これで大まかな合成ができました。合成する場合はこのような工程を踏む必要があります。これは単純に2つの映像の環境を合わせてあげるための作業です。特に重要なのが映像をなじませるために後からノイズを加えた部分です。これは同じ環境に無理やり合わせるためのノイズです。
今回は粒子ノイズですが、例えば操作線を加えてあげればモニターの中の映像という同じ環境に無理やり入れることができます。ここにもっと極端にノイズを加えていけば別のところから来た2つの映像もなじませることができます。このように上からノイズやフィルターをかけるということは、単純に映像に好みの質感を与えることができるほかに、複数のテイストの違う映像をなじませるという重要な役割があります。そしてこれは実写映像に限ったことではありません。こちらをご覧ください。これが加工前と加工後のグラフィックです。加工前のグラフィックを見てください。加工前のグラフィックは UFO やロケットはフリーのイラスト素材、星はエレメント 3D の 3D モデル、地球儀の中は航空写真、その中に YouTube チャンネルのロゴ、背景はパーティクルを飛ばしています。ここにアニメ調の加工フィルターをかけます。このように全然テイストが違う素材を合成しても上から強いフィルターをかければ映像をなじませることができます。これもコンポジットのテクニックの一つと言えます。こちらの 3D ソフトで作成されたロゴの動画素材も AE を使ってコンポジット作業が行われています。 3D ソフトからエレメント別にレンダリングして AE でより魅力的な絵に仕上げる作業を行います。こちらは 3D ソフトで作成した動画素材です。 3D ソフトで書き出したエレメントを使ってコンポジットしていきます。まずはスペキュラーを使用してハイライト部分を強調します。そしてシャドウを使用して影部分を強調します。次にアンビエントオクルージョンを使用して奥まった影部分を強調します。次にリフラクションを使用して屈折部分を強調します。最後にトーンカーブで色の調整やコントラストの調整をして完成です。さらにこのような炎を作成したとしてこれをロゴに合成してみましょう。これはロゴをそのまま合成した状態です。こちらが先ほどのエレメントを利用して炎がロゴに影響を与えるように調整したものです。さらに炎をオプティカルフレアというエフェクトで炎の光を強くしました。炎による空気の歪みを追加し、空中に舞う火の粉を追加しました。最後にトーンカーブでシャドウ部分の赤みとコントラストを調整して完成です。このようにコンポジットとは単なる合成作業にとどまりません。仕上げとなる全体の雰囲気作りを担うのでクオリティに大きな影響を与えます。カラーグレーディングやエフェクトの追加など映像の空間と時間をなじませるテクニックが必要になります。 AE はこのコンポジット作業を行うための主要なツールの一つです。レイヤー構造と強力なエフェクト機能により高度な視覚効果や映像合成を可能にしています。最後にアフターエフェクツのプラグインについてお話しします。プラグインとは AE に新しいエフェクトや便利ツールを追加できる拡張ソフトのことです。スマホに新しいアプリを入れるようなイメージです。プラグインによって映像表現の可能性を劇的に拡張し、制作効率を飛躍的に向上させます。プラグインは AE の標準機能では足りない部分を補ってくれます。多くのプラグインメーカーは AE の黎明期から開発を続けており、AE と共に進化してきました。今では特定のプラグインが特定の表現における業界標準になっています。 AE は標準機能に加えて新しいプラグインがどんどん登場するので常に新しい技術を学ぶ必要があります。個人的にはプラグインを集めるという楽しさも AE の最大の魅力の一つだと思っています。この動画の冒頭に AE を使う最大の利点としてクリエイティブクラウドの連携を挙げました。サードパーティー製のプラグインの豊富さはそれに匹敵する AE にとって最大の強みの一つです。 AE を始めたばかりの人はそのプラグインの数に驚くでしょう。代表的なプラグインをいくつかピックアップしてご紹介します。ここで紹介するプラグインの購入リンクは概要欄に用意してあります。クーポンコードなどがある場合はぜひ利用してください。まずはレッドジャイアントのトラップコードパーティキュラーです。パーティキュラーは画面内に粒子や図形を飛ばすことができるプラグインです。豊富なパラメータを駆使して粒子をコントロールすることにより炎や水、煙などの流体をリアルに再現できます。この粒子一つ一つが細胞のように集まってさまざまな形を作り出し多彩な表現を可能にします。例えば皆さんが普段見ているゲームで使用されている魔法やエネルギーみたいなものはこのプラグインで作り出すことができます。さらにパーティクルとして飛ばせるのは粒子だけでなくテキストだったり図形だったり画像だったりに置き換えることができます。
AE には CC パーティクルワールドというパーティクルエフェクトが標準で用意されています。しかし操作性や機能面で足りない部分が多いので、事実上このパーティキュラーが業界標準で使用されています。次に紹介するのはモーションデザインスクールのモーションツールズプロです。こちらは AE の作業効率を向上させるためのスクリプトパネルです。こちらがモーションツールズプロの全ツールです。AE の作業で頻繁に使う機能をボタン1つで実行できるように設計されており、作業の時短に大きく貢献します。そんな細かい便利ツールが34種類詰まっています。このチャンネルでも全ツールの紹介をした動画は1時間を超える動画になりました。詳しくはそちらを見ていただくとして、この中で Easy キーフレームというツールを簡単に紹介します。Easy キーフレームはキーフレームのイージングを直感的に調整できるツールです。このような円のアニメーションがあります。速度グラフを表示します。キーフレームを選択して一番上のスライダーで出ていく速度の影響を調整できます。その下のスライダーは入ってくる速度の影響を調整できます。数値を入力することもできます。上下の矢印で数値を微調整できます。一番下のスライダーは入ってくる速度と出ていく速度の両方を調整します。このように Easy キーフレームはアニメーションの緩急の値である影響を簡単に調整できる便利ツールです。このスクリプトではこのような便利ツールが34ツール集まっています。この手の時短系ツールとして最も有名なスクリプトですし、操作性もいいのでおすすめです。次に紹介するのはアニメーションコンポーザーと AE ジュースです。プリセット、素材系として2つまとめてご紹介します。これらのツールは先ほど紹介したモーションツールズプロと同じく作業効率を格段に上げるプラグインですが、そのアプローチが異なります。この2つのプラグインに共通しているのは、高品質なアニメーションや素材をワンクリックでプロジェクトで使えるのが最大の特徴です。簡単に言うと、AE 初心者がプロが作成した完成されたアニメーションをすぐに利用できるプラグインです。どちらも AE 内の UI として立ち上がるので使い勝手がいいです。多くのプリセットは適用してパラメーターを編集した上でカスタマイズして使用することもできます。この動画でここまで説明してきたように AE は習得までに時間がかかるソフトです。その時間をかけずにハイクオリティな映像を作りたいという願いを叶えてくれます。互いに特徴はありますが、どちらも幅広いカテゴリーの素材を提供するプラットフォームで、素材の数に驚くと思います。私もどちらのプラグインも持っていて、このチャンネルの動画編集でも時短として使っています。どちらも素材集として申し分ないですが、料金について少し比較してみましょう。アニメーションコンポーザーはパッケージを個別に購入できません。サブスクリプションサービスで全パッケージが使えて年間198ドルです。AE ジュースもサブスクもありますが、現状買い切り版が購入できます。金額的にも永続的に使える買い切り版が圧倒的におすすめです。中でも I want it all bundle lifetime というセット商品がおすすめです。これだけのパッケージが入っていて買い切りで永続的に使えます。このチャンネルでは特別クーポンを発行しているので、どこよりもお得に購入できます。概要欄のリンクをチェックしてください。この2つのプラグインについてはこのチャンネルで個別の解説動画があります。詳しくはそちらをご視聴いただければ嬉しいです。さて、ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画は After Effects というソフトの全容を1本の動画に凝縮してまとめたものです。もしこれから AE を学び始めたい方やモチベーションがなかなか上がらずに悩んでいる方がいれば、私がひっそりと運営している AE クリエイター向けのオンラインコミュニティを覗いてみてください。そこでは同じ目標を持つ仲間と交流したり、作品へのフィードバックをもらったりと、あなたのモチベーションを維持し成長を加速させるための環境を用意しています。また、より個人的に集中して AE を学びたいという初心者の方に向けて AE の個別レッスンも受け付けています。詳細や申し込みについてはコミュニティと同じく動画概要欄の専用リンクからご確認いただけます。このチャンネルではこれからも After Effects に関する有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。